こんにちは、けいこです。ここ数ヶ月はインドのヨガの聖地リシケシに帰ってきてヨガのレッスンを受ける毎日です。怪我をして人工股関節全置換術高速法アプローチを受けて1年半が経った今の私の体の状態を何回かの比較動画にして半年前との比較動画で紹介します。比較動画2回目の今日は牛面のポーズの足の部分です。前回紹介しました比較動画1の鳩のポーズは普段インドで習っているリハビリ系ヨガのレッスンでは使わないのですが、今日紹介する牛面のポーズはインドのヨガクラスでも普段よく使います。牛面のポーズも特徴的なヨガのポーズの一つなのですが、見たことありますか？股関節だけじゃなく膝、足首、足の裏、上背、肩、首などを柔軟にしたいときにするポーズです。人工股関節の手術の後に脱臼の危険性がある近畿のポーズとして股関節の内転機能っていうのがあるんですけれども、この牛面のポーズは内転機能を使うので術後1年以内は自宅での自主トレには使えませんでした。まず右足を上にする場合は見た目には半年前と今とそれほど変わりがありません。両足とも股関節の外旋と屈曲、そしてかすかに内転の機能を使うのですが、左の膝と足首、足の裏の柔軟性が今ほどではなかったので、左足がスムーズにこの形にならず時間がかかりました。でも左足のどこかに痛みや詰まりがなかったので、お尻を枕に乗せるなどの補助は使えませんでした。では左足を乗せる場合はどうでしょう？半年前は膝を合わせられず骨盤が傾いて左のお尻が床から浮き上がっていました。ただその状態でも左足のどこにも痛みや詰まりはなく、左お尻の外側、ちょうど手術の傷跡あたりが伸びて気持ちが良かったんですね。ですからよく自宅での自主トレでも何分間もこの足の形を使っていたのですが、長い時間骨盤が傾いて左のお尻が浮いた状態だと背骨が歪んで腰痛の原因になるんですね。ですので枕や厚めに折った毛布、ブロックなどの上に座り骨盤の平行を保つ努力をしていました。左右のお尻の高さが安定した状態での牛面のポーズの足の形はお尻周辺の伸びが非常に気持ちよくて、数分にわたってこの足の形のままじっとしていることがよくあります。怪我から1年半経った今でも左足を上に乗せる場合は3センチほどお尻が高い方が腰回りが安定するので、薄手の毛布を3センチほどの厚さに畳んでお尻に敷いています。本日もご視聴いただきありがとうございました。また近いうちに次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。